下から覗くと単管パイプ継ぎ手っていうのを使って作ってます。ただね、単管パイプの継ぎ手結構いろんなところで悪さをしてます。今回はね、さらに強度を強めるっていう点と、ある程度ね、間を飛ばせる部分を考慮して、はい、どうも黒ガレージです。今回はですね、いつもと違うところで撮影をしてます。活動拠点ではなくですね、僕の実家に帰ってきています。この実家は昨年2025年に建て替えが完了しまして、僕の両親が住んでいる実家なんでございますが、そこにね、単管パイプと樹脂木を使用してウッドデッキ、もう見えてると思いますが階段ね、これを制作したので、それを皆様に紹介する動画を撮影していきたいというふうに思います。実家の外観はこんな感じなんですが、この新築の木造総2階建ての実家、実際にこの実家を作るにあたってお金出したのは両親ですけどね、設計やら打ち合わせっていうところはですね、僕がやらせてもらって、住みやすいような間取りだったり、そういったところを考えてですね、完成した家でございます。ルームツアーしてみたいみたいな感じでコメントをいただけるとですね、もしかしたら間取り紹介できる日が来るかもしれませんので、気になる方はコメントいただければと思います。今回紹介するのはこちらのリビングの吐き出し窓のところに設置してあるウッドデッキと、玄関ポーチのところに製作したウッドデッキ調階段ですね。こちらの2つを紹介しようと思います。 DIY で制作しております。当チャンネルはですね、とりあえず何でもやってみようをテーマに、自分の人生を DIY していけるようなおじさんのサブカルチャンネルを目指しておりますので、単管パイプと樹脂木でウッドデッキ作ってみたいななんていう方はですね、ぜひとも参考にしていただければと思います。ただし、この動画を参考に何かを作業した場合に関しましてはですね、当チャンネル一切の責任を負いませんので、 DIY は自己責任で、どうなってもいいからやってみよう、はい、その精神でですね、参考程度にこの動画を見ていただければと思います。ということで、早速完成状態になっている階段の方ご紹介しようと思います。こんな感じでですね、フレームに使っている単管パイプをそのまま突き出して手すりを作って、玄関ポーチから123段で階段が作られてるっていう形でございます。土間の部分にアンカーを打って固定してある塔はなくですね、完全に自重でこちらに据え置かれている状態です。そんなんで危なくないの、動かないのっていうお話、もしかしたらあるかもしれないし、そういう風に思う方いらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。重量めちゃめちゃありますんで、体重 0.1 トン近い僕がですね、乗ろうが暴れ回ろうが、こうやって揺らそうが全然びくともしない、そういった作りになっております。でね、先ほどこれ DIY で制作したっていう話をしましたが、実はですね、僕が制作したわけではありません。もちろん制作の手伝いっていうところ僕もしたんですけれども、仲間の大工さんにこういったもん作ってみたいんだけどっていうことを相談してですね、実際に大工さんにほぼ丸投げする形、僕はそれの補助っていう形でここの制作やってもらいました。斜めから見ていただいたら分かると思うんですけど、結構細かいところまで造作丁寧にやられてるの分かると思います。この作業はね、僕じゃできないです。はい、DIY とはですね、どうなってもいいからやってみよう、どうなっても良くないところに関してはプロに依頼してプロの力も借りる、これ結構大事ですんで皆さん、はい、そこはよく覚えておいてください。ということで、中の構造どうなってるかというと、この裏側から覗けるようになってます。なんでこの裏側ちょっと覗いてみようと思います。この下から覗くと内部の構造はこんな感じ。ちょっとね、見えにくいところに関してはリビングの吐き出し窓からのウッドデッキの方でご紹介するんですが、これ見ていただいて分かる通り、足場とかで使うね、直行クランプとかそういうものを使わずにですね、有名なところだとカンタっていう名前で商品出したりしますかね。それ以外にもいろんなメーカーから出てるんですけど、単管パイプ継ぎ手っていうのを使って作ってます。ただね、単管パイプの継ぎ手結構いろんなところで悪さをしてます。そのあたりはね、この後また説明するとしますが、こんな感じでですね、直行クランプこっち使ってないんじゃないかな、一部もしかしたら使ってるかもしれませんが、クランプ類は使わないでですね、単管パイプの継ぎ手っていう名称で売られてるような部材、それをね使って製作されてます。これ見てもらうと足が出ていて土間に固定されてないのがわかるかと思いますが、これだけのね構造でこれだけの単管と継ぎ手を使ってると結構な重量があるんで、人が1人や2人乗ったところでびくともしません。本当にね心配な方はアンカー打ってね土間に固定する必要あるかもしれませんが、これで全然動くことはないよっていうのを参考程度に見ていただければと思います。そういえばね、この手すり部分ね、近くで見ていただければわかるかと思いますが、はい、見てください。僕がね適当に刷毛塗りしたのが丸分かりな感じ。この辺りは DIY ですね。どうなってもいいからやってみようっていう DIY 感が少し出てるところではありますが、近くで見ないでねしよう。こうやってちょっと離れてみるとそれなりに見えるっていうね、そんな感じで出来上がっております。
続きましてこちら、ウッドデッキ部分ですね。建築に詳しい方だったらわかるかと思いますが、ここの部分、深基礎になってます。このね、実家は建て替えということで、もともと僕が5歳ぐらいに新築で完成した家が建ってました。その家を取り壊してね、跡地にこの家を建てたっていう形なんですが、もともとね、その家はこの横の土間の高さから基礎が立ち上がって家ができてました。家が建てた部分の一部の残土を取り除いて、こんな感じでね、詰めれば車が6台、7台ぐらい入る。そんな感じの駐車スペースを確保しつつ、両親が住むのにはちょっと贅沢かなっていうぐらいのゆったりした家のね、環境を確保しつつ、兄弟だったり親戚が集まるときは集まりやすいように駐車場スペースを確保するっていう形でですね、残土を削って少し家を奥にセットバックする形で作ったんですが、ここの面だけね、どうしてもレベルを下げて道路側の駐車場のレベルに合わせたっていうことで、正面側だけ深基礎になっちゃってます。深基礎になるんだったらっていうことで、この深基礎部分を利用して下にですね、扉をつけて収納をしつつウッドデッキになるっていう、そういうことをね、素人ながらの僕が考えて大工さんにお願いをして一緒に作ってもらったっていう形なんですが、まずね、その中身を見ていただこうと思います。ちなみにここでね、単管とかの構造、どうやって樹脂木に単管を固定してるのかっていうのも見ていただけるかと思います。こんな感じでオープンでございます。ワイヤーで扉が開かないようにっていうんでね、なってます。で、ロックもね、これ、室内用のを使ったんで、もともとこういう黒色だったんですけど、紫外線でね、色あせてしまいました。色あせてはいますが、茶色に対してこういう色あせ方になっています。そんなに、色あせ感はあるか。とはいえ、そこまで違和感なくできてるかなというふうに思います。こちら側も同じように扉ができていて、これ以上開かないようにワイヤーで開き止めができていたりとかっていう形になってます。もうね、このね、造作に関しては、正直僕が言い出しっぺというか、こういうものを作りたいっていうことで大工さんに相談したんですけど、ここまで大変になるって僕は正直想像してなくて、大工さんに本当に迷惑かけたなっていうふうに思ってます。はい。皆さんが気になる構造なんですが、はい、こんな感じ。こちらはですね、ある程度大きい構造物ということもあって、使えるところには直行クランプ使ってます。直行クランプの方がね、はるかに安価なんですね。こういった単管パイプ継ぎ手って1個600円、700円、800円するような、そういう部材なんで、これだけのものを使って全てをね、そういう継ぎ手で繋いでいこうとすると、価格がめちゃめちゃ跳ね上がっていきます。それともう1個なんですけど、実際に足場で使われてるだけあって、なんだかんだ言ってね、見た目は別として直行クランプの方が精度高いです。直行クランプの方が狙った形で寸法決まります。こういったね、継ぎ手、実際に中に通して芋ネジでね、固定するっていう、そういう方式取ってるんで、結構ガタあるんですよ。こういったね、単管パイプの継ぎ手だけで構造物を作ろうとすると、しっかりとした直角とか、しっかりとした垂直、直角、平行みたいなものをね、作るのがめちゃめちゃ大変です。なので、価格的な部分も含めて、精度的なところも含めて、どうしてもね、こういったところで必要になる部材とか、手すり部分で外から見えてしまうような部材、そこに直行クランプあるとさすがにね、家のウッドデッキとしては問題があるんで、そういったところには継ぎ手を使用して、見えないそれ以外のところに関してはですね、価格と精度も含めて直行クランプなんかをうまく活用して作ることをお勧めします。こういった扉の構造を作るのもめちゃめちゃ大変です。やっぱり重量がある単管をフレームにして、これは軽点なんですけど、これだけの重量のものをね、ヒンジ2つで支えるっていう風になると、やっぱりね、垂れます。自重で垂れちゃった状態で締めてね、しっかりと斜めにならない板目を張る扉を作るっていうのはめちゃめちゃ大変だと思います。このあたりはね、多分素人の僕だったら絶対に作れなかった。じゃあ大工さんもね、大変な思いをして作ってもらいましたが、そういったところで構造を複雑にしようとすればするほど重量もかさんでいくし、精度が必要になってくるし、そこで合わなかった精度とかの塵合わせだったりっていうところに関してもめちゃめちゃ難易度上がってくるんで、個人的にはね、DIY 上級者の方でない限り複雑な構造のものはですね、単管パイプと樹脂木でウッドデッキ作ることはあんまりお勧めしないかなっていうふうに思います。僕もね、これは絶対自分一人じゃ作れないレベルです。単管パイプから樹脂木を固定するためにどうやってね、固定してるかっていうと、この部材です。樹脂木のウッドデッキを扱っているネットショップさんとかね、ホームセンターとか行くとあるんですけど、ネダって呼ばれるものは金属でできているものを使用しました。僕がね、以前、売却してしまった自宅で作った単管パイプと樹脂木のウッドデッキの場合は、ネダもね、樹脂木を使用して、ちょうどこの単管パイプのサイズのサドルバンドを、今回は金属ですけど、樹脂木のネダにサドルバンドで固定して、その上から樹脂木のウッドデッキを施工するっていう方法を取りましたが、今回はね、さらに強度を強めるっていう点
辺とある程度ね、間を飛ばせる部分を考慮して金属のネダ採用しました。このあたりは作りたいサイズとかによって、このネダもね、金属製のものじゃなくて、樹脂木でのネダ用のものを売ってたりもします。そういったものを使用して代用することもできるでしょうし、それに応じて単管パイプ、どれだけのね、スパンで飛ばして横に通しておくかとか、実際ここのからのここの距離飛ばしてね、単管パイプがたわまないのかとかっていうところも含めて、作られたい形状に合わせてね、そういった部材は選定するといいと思います。今回僕はですね、大工さんと相談した結果、金属製のネダで、なるべく単管の本数を減らして、たわみをなく頑丈に樹脂木を施工するっていう方法を選択しました。でね、ここの手すり部分、まだね、素地のメッキのままだと思いますが、今日はですね、あちらと同じように、ここの手すり部分の施工と、ここにはですね、資材がまだ鎮座してます。実は、この実家の正面部分だけじゃなくて、裏の勝手口にも僕一人でウッドデッキを施工しようと思ってたりします。なんで、その時に使う部材をここにとりあえず置いて多分半年そのまま放置してる状態ですが、どうしても嫌ならやらない DIY。それとですね、どうなってもいいからやってみようっていう DIY が僕の中でせめぎ合って、まだ作業できてません。これからね、暑くなって、さらに作業する意欲がなくなる前にですね、片付くように勝手口のウッドデッキも施工しようと思ってます。話はそれましたが、話がそれたついでに、裏の勝手口に施工しようとしてる場所もちょっとドライ入れとこうと思います。実家の裏側にですね、入っていくとこんな感じで、結構なスペース作りました。完全なね、四角じゃないんですよ、この土地。なんでこっち側がね、こう開いてるので、こっち側をね、少し物が置けるようにっていうんで、父親の車のタイヤ置いてあったりしますけど、こんな感じで、まだね、使う予定の部材をこんなところに置いてあったりとかして、裏の勝手口のこの部分にウッドデッキ、自分の力でやってみようかなと思います。これもね、早くしないと、両親まだ60代前半ですけど、だんだん足腰悪くなってきたっていうんでね、怪我の元になっちゃうといけないと思うんで、今年の夏来る前にこのウッドデッキ施工やっちゃおうというふうに思ってます。勝手口のウッドデッキを施工する際は撮影しようと思ってますんで、気になる方はチャンネル登録してそちらの動画を待っていただければと思います。どうしても嫌ならやらないの DIY が発動しない限り、夏までには公開になるかと思います。ここからはですね、この手すり部分、塗装とこの部分にね、倉庫を組み立ててですね、雑多な荷物を置きっぱなしじゃなく見栄えを良くしようと思いますんで、今日はここだけの作業ですけど、作業をして完成した様子を皆様にご覧入れようというふうに思います。はい、ということでこれを作りました。ちょっとね、多めに薄め液入れすぎちゃったかな。シャバシャバな感じになってるんで何回か塗りしないといけないと思いますが、DIY とはいえ、しっかりと養生して塗装すること、これを皆様にはお勧めしますんでね、養生して塗装はした方がいいと思いますよ。速攻で垂らしました。はい。養生しましょうねなんて言ってダメですね。ちゃんと養生します。しっかりと養生して塗装すること。はい。ということで、単管パイプのウッドデッキの施工の参考になればなんていう最初に動画内で言ってましたが、正直この塗装に関しては当チャンネルを参考にすることがないよう強く申し上げます。実際にね、ちゃちゃっと色つけるぐらいの塗装だから、別に錆びてるものでもないから、そのままね、ペンキでペペッとハケで塗って、色がつけばいいだろうぐらいで、養生はいらねえって思ってたんですけど、開始早々垂らしまして、慌てて薄め液を染み込ませたウエスでウッドデッキを拭くっていう状態になりましたんで、このチャンネルでね、参考にしてもらいたいこと、ハケ塗装に関して言うならば、本当にね、養生はちゃんとしよう。大丈夫だろうと思っている塗装初心者のあなた、それは自信ではなくて、ただの過信です。本当に養生はした方がいいですね。はい、ということでこんな感じで一度塗りが終わったんで、ある程度乾燥したらもう一度上から塗ってね、塗り残しだけないように。あとはちょっと結構だいぶダラダラっと垂れてるところがあるから、みっともなく垂れてるところだけはハケを当てるっていうね。はい、ということでこの2つはね、手すりの両端部分に来るエンドキャップなんですけど、こういった部材1個取ってもね、結構な金額します。2つで1000円までいかないんですけど、結構な金額だったりもするんで、単管パイプでね、何かを造作しようと思うと、意外とコストかかったりします。そういうのもあるんで、作ろうとするね、造作物に対して、どれだけの部材が必要なのかを事前にね、計算してみて、自分がイメージするコストと合うかどうか、そこもね、よくの計算した方がいいですね、作業する前に。今回思いのほかこう、部材
材代でお金かかっちゃいまして、当初僕が想定していた金額の2倍近い金額、部材代かかってます。実家っていうことで、部材代はできるだけ僕が持つようにしましたけど、それでも一部ね、両親側が負担という形で施工する形になってしまったので、そこちょっと心苦しかったりする部分もありますね。ただ、足が出た分と、大工さんに依頼した分のね、お金に関しては、僕が新築祝いのプレゼントということで、やらせてもらったと。こんな感じで、もう勢いで二度塗り始めちゃっていいかな。まだ乾いてないし、ハケ跡絶対残るの分かるんですけど、このまんま二度塗りして仕上げていっちゃおうと思います。はい、ということで、こんな感じで、2回塗り塗装が終了しました。ここがね、狭すぎて入んないんだけど、どうしたらいいかね。キャップが叩くスペースがないっていうね。そんな状態ですが、まあなんとかします。ということで、わかります？こんな感じ。当チャンネルの素人ハケ塗装は参考にしないでくださいっていうね。よく伝わるかと思います。こんな感じで、とりあえず塗装はこれで完了と、あとね、ほとんど作業動画映ってなかったですけど、こんな感じです。ここに倉庫を置きました。現状はね、こんな感じで、はい。後ろのね、単管と樹脂木のウッドデッキ作るための部材と資材がぶち込まれてるんで、一旦僕が占有してる状態になってますが、こんな感じで収まりました。そのまんまリビングの吐き出し窓にアクセスできないのも一つ防犯対策にもなるかなっていうんで、ここに倉庫を設置っていう感じですね。ということで、こんな感じでですね、階段とウッドデッキ作ってあるものをね、皆様にご紹介する動画をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。個人的に僕だと多分このウッドデッキもこの階段も構造が複雑すぎて作れないです。作るとなっても多分すごい時間かかると思います。なんで参考にしようと思ってね、動画見てる方がいらっしゃったら、リビングの吐き出し窓からそのままね、ズドンと出てるようなシンプルなタイプのウッドデッキだったら、単管パイプ使ってね、直交クランプと樹脂木使ってね、ウッドデッキ作ることは水平さえ見とけば大抵の方はできるかと思います。こういうものを作ろうと思って挑戦しようとしてる人は覚悟しといた方がいいと思います。僕一人じゃ絶対作れなかったなっていう風にはマジで思います。ということでですね、だいぶ日は暮れてきましたが、はい、最後まで見ていただいた方本当にありがとうございました。